はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は、来ましたね。KZ、ZA シリーズのニューモデル、ZAT です。最初の ZA シリーズが ZAX で、いきなり X 使っちゃったんで、ちょっと後が苦しい気がしないでもないけどね。S とか R とか、見た目と響きのいいとこ取ってきてる感じ。まあ、確かにそんな気もするね。ZAQ とか ZAJ あたりも悪くないかな。そのうち出るかもしれませんね。今年初めに ZAR が出ましたけど、今一つ地味な感じだった気がするんですが。そうだね。1DD プラスマルチ BA がちょっとトレンドから外れていた感があったからかもね。ZAT は ZA シリーズでは初のチューニングスイッチ搭載モデル。ついに ZA シリーズにも搭載されたのね。ドライバー構成は片側 1DD プラス 8BA で、王道だった 7BA から1つ追加になったわけだ。ダイナミックドライバーは 10mm から 8mm と小型になってるね。KZ のチューニングの方向性がパーマンターゲットカーブを意識しているからか、低域にそれほどこだわりがなくなってきているような感もある。ZAR は ZAS 同様、低域重視タイプだったけどね。この構成を見る限り、中高域以上を重視したモデルのように見えますけど、どうなんでしょう？先に音聞いちゃってるから、後からなら何とでも言えちゃうけど、実際、中高域から上をクリアに出すことに重点を置いたモデルだと思うよ。愛ちゃん、波形比較の前に、外観の印象をお願いできる？はい、こうなっています。フェイスプレートは KZ らしさがよく出ていますよね。金属と樹脂で構成されたボディなんですが、重いなーって思いました。サイズも大きいので、ちょっと合わせづらくて、厚みもあるし、愛の耳にはフィットしづらかったです。確かに、ちょっとボテッとしてるかな。価格が KZ オフィシャルサイトで12,000円台だったよ。円安や値上げもあるけど、今の ZA シリーズはこのぐらいの価格になるのか。ZAX がリリースされた時、5,000円台で買えたのが懐かしいわ。ケーブルとイヤーチップはちょっと貧弱な印象ね。メモリーフォームタイプのイヤーチップもついてないし、本体に全振りしてるのかもだけど、ZAT 買うユーザーはケーブルのイヤーチップもきっと交換するだろうから、必要最低限をバンドルしとけばいいかっていう意図もあるような気がしたわ。確かに KZ ってそういう感じするわね。実質困ることはないんで、むしろ本体だけでもいいぐらいよ。じゃあ、そろそろ音質面に行きましょうか。じゃあまず、イヤーチップの波形比較から、左下がバンドルイヤーチップをつけたスイッチオンオフの波形ね。なんか、以前の ZA シリーズからすると、随分おとなしい感じに見えない？そうね、低域がおとなしい感じね。これだと広域の出方を少し抑えたダンチジム TAPB を使いたいところだけど。何か気になるの？この場合、TAPB が全体の傾向から外れてる感じなんで、サウンドチェックにはあまり向いてないかなって思ったのと、本体が重くてうまくフィットしなかったのよ。で、ジャックさんとあれこれ試してみて、今回はスパイラルドットが一番安定したんで、久々の登場だけど、JVC スパイラルドットで進めることにしたわ。具体的には、装着時、本体の重みで少し下がっちゃったから、耳に強く当ててみたんだけど、それがと今度は真空っぽくなって、低域が抜けた感じになっちゃったんで、軽く当ててもホールドできるタイプを試した結果なんだよ。これは個人の耳の形によるものだから、参考にはならないと思うけど、こういうケースもあるってことで話してみた。はい、結構苦労しましたよね。次はチューニングスイッチの変化です。スイッチ4つで16通りのサウンドバリエーションになるとのことですが、KZ のオフィシャルページを参考に、その中のいくつかをピックアップしています。最初はスイッチオールオフとオールオンで変化幅のマックスを見ています。スイッチオンオフでレベルも変化しますが、左は変化をそのまま表示、右はレベルを合わせた場合です。KZ キャスターの時に比べてレベル変化が少ないみたいね。確か 3.7 デシベルぐらい変化してたもんね。でも 1.3 デシベルぐらいの変化ならボリューム変えずに聞けるわね。次は低域の変化幅ね。基本は KZ キャスターなどのスイッチ4つタイプと同じような動きをしているようね。でも低域はマックスに調整してもこの程度か。もうちょっと欲しくない？せっかくのチューニングスイッチだから確かにもう少し変化してもいいよね。次は小域。低域控えめなのに中域以上が結構持ち上がるよね。全体はこんな感じ。この設定で低域を上げた状態がデフォルトで、ここから2ステップぐらい低域を上げるセッティングがあってもいいかなって思うね。次は ZA シリーズ他モデルとの比較です。ああ、やっぱり低域の出方圧倒的に違うね。ZAX がバランス的にはいい感じかな。確かにね。逆に3キロから7キロぐらいまでは ZAT がよく出てるでしょ。そっか、他モデルとの比較で中高域から小域寄りのバランスなのがよくわかるのね。ZAR は逆に低域がよく出るので ZAX と比べるのが良さそうだけどね。あれ？なぜか ZA シリーズでない AS24 がいるよ。そう、ZAT はフル BA モデル AS24 っぽいんだよ。ドライバー構成も低域が BA かダイナミックタイプかの違いはあるけど、それ以外はよく似てる。7キロ以降のカーブの感じもね。あと、左の低域を上げた状態と右のスイッチオールオンの状態を他モデルと比較した場合も特徴がよく出てる。スイッチオールオンでも低域は保てるほどではなく、7キロくらいまでの広域は ZAT がよく出ているんですね。そういうことになるね。余談になるけど AS24 ってあまり好みではなかったんだけど、今回このイヤーチップやリケーブル、バランス接続でセッティングをしっかり決めた ZAT と同じ状態で聞いてみたら、なんか印象変わって良くなってた。
さて今回のサウンドチェックは ZA シリーズの比較になりますが、過去に ZAX と ZAS での比較は何度か行っているので、今回はこの3モデルでの比較にします。バンドルケーブルではちょっと心もとないので、トリポインセラフにリケーブル P を BTR7 のバランスアウトからの音を収録しました。 ZAX を音調整の基準にしています。これは ZAX の出方が中間的に見えたからでいいんですよね。はい、その通り。ZAX を装着して聞いてみると結構リアルかも。 ZAX 持ってる人多そうですものね。はい、ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。波形比較で把握していた通りの結果でしたね。そうだね。これまでの比較で ZAT の傾向は伝わったと思うので、あとは聞いた印象だね。ZAT を聞いた印象は、全体的に固めでモニターライクな質感、高質ゆえか定位感は悪くないが、広がりはあまり感じず、というか、広がりよりもダイレクト音が強いと言った方がいいかもしれない。抽象的な表現だけど、あまり色気を感じず、車で言えば、スポーティーなマニュアル車でドライバーの操作にダイレクトに反応してくれるような感覚。それ、音の立ち上がりが早いってことかな？ああ、そういえばよかったか。このスイッチパターンでの低域変化は結構体感でき、低域の強めなミックスの曲では、このパターンやスイッチオールオフでいいバランスだと思えた。自分の好みでは、広域側のチューニングスイッチを使用することはないだろうと思っていたけど、このパターンにしたり、このパターンにしても案外すっきり聴けるのに驚いた。多様なジャンルに対応するためにも、チューニングスイッチの存在は助かる。広域側を上げると耳が痛くなりませんか？それがそうでもなかったよ。より明瞭に音が飛び込んでくる感じだった。スイッチオールオフでシンバル系がグイグイ前に来るようなこともなかったよ。といったところかな。イヤーチップの装着感で試行錯誤しましたが、フィットしてからは ZAT へのイメージもアップしました。これが ZA シリーズの最新のサウンドなのかと思うとちょっと戸惑いもありますが、今風のチューニングベースで時代に合わせてきたといった感もあります。広がりや強い低域を求める人にはおすすめできませんが、モニターライクな質感がお好みならハマると思います。ということで KZZA シリーズのニューモデル ZAT のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。